人生はいつだって最悪だ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と怒りと諸々の欲望と拭いきれない憎しみと共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブモンチャンネルへようこそということでね、またくだらないね、史上最低最悪のチャンネルが始まっちゃいましたね。そう、このチャンネルはですね、世界を滅ぼしていこうというね、極めてネガティブで極めて真っ当なね、数少ない史上最悪のチャンネルです。ということで、今日はね、病弱について話していこうと思いますね。聞き慣れない方、なんだと、病弱とは何かということにね、病弱っていうのは陽子弱者ですね。そう、このルッキズム全盛の時代にね、私のように不幸にもね、容姿が恵まれずにめぐたい形態で生まれてこなかったね、非常になんて言うんでしょうね、虐げられた人々のことを指す言葉です。病弱ね、陽子弱者。まあ陽子弱者ね、一言で申し上げて、陽子ね、ルックスが悪いってことですよね。ルックスが悪い。そう、私もね見た通りですけれども、これでもね、あれですよ、小6ぐらいまではね、絶世の美少年とね、私が今挑発にしている理由はあれですよね、あっちゃん、爆竹のあっちゃんをイメージして挑発にしてますけれどもね、そうね、もうひどいでしょ。そう、ひどいんですけれどもね、そう、まあね、結論から申し上げて、特に日本人はね、日本の養子弱者たちは、まあ、地牛地上も合わせてね、そう、世界的に見てもルックスが悪いのでね、スタイルが悪い、ね、のでね、そう、諦めて滅びましょうっていう話をしておきましょうかね。結論から申し上げてそういうことです。私もね、最近ね、本当につい先日ですよね、先々週あたり、そう、とあるイベントにね、行こうと思ったんですよ。ちょっとした有名人がね、来るようなね。で、その有名人と接する機会があるイベントに行こうと思ったんですけど、ね、趣味的にね、もうね、自分がすっかりね、挑発で非常に不審者だっていうことを忘れてましてね、そう、あまりに人生を投げ捨てているのでね、忘れてましてね、かといってここからね、髪をバッサリと切ってね、なんか眉毛かなんかを整えてね、綺麗な服装をして清潔感あふれる格好でね、望むのもめんどくさいなと思って、悩みに悩んだ末にね、そう、僕は悩んだ時にはね、皆さんね、A か B か右か左か1か2かみたいなね、悩んだ時にはね、最悪を選ぶようにしてください。そう、人間っていうのは欲望のフィルターっていうものがありますからね、だいたいその時に最悪の選択をすると大体間違いがないんですよ。そうで、僕は泣く泣くね、行かないという選択をしたんですけれどもね、養子弱者としてね、そうなんですね。ルックスが悪いのでね、不潔なんでね、分かってますよ、それぐらい。そう、まあこの決断はまあね、お金も損することもなくね、疲れることもなく、雨に濡れることもなくね、まあ良かったんじゃないですか。そう、迷った時には最悪のね、決断をしていただきたい。
このネガティブマンチャンネルをご覧のね、世界中で見られていますからね。そう。まあそれは良いとして、そうなんですよ。日本人はね、特に地域大体親ガチャじゃないですか。そう、親ガチャが問題ですよね。そう、これ、なかなか皆さんね、言いませんけれども、そう、貧困に生まれるとかね、毒親に生まれるとかね、なんかのところに生まれるとかっていう、そういう親ガチャ以前の話としてですよ、ルックスガチャがあるわけですよね。そう、容姿弱者に生まれるという親ガチャがあるわけですよ。もうすでにね。それが語られていない。いけませんね。積極的に語っていきましょう。ね。反出生主義にもつながる考えですからね。そして容姿弱者に生まれてしまったらね、やっぱり安楽死にもつながる話ですからね。ね、そうなんです。そう。滅びましょうっていう話ですよね。そう。大体今日本にあれじゃないですか、外国人労働者がたくさんね流入して、そう奴隷移民、私たちも奴隷ですけれどもね、そう上級を気取ってる日本人奴隷たちもね、さすがに最近自らが奴隷であるっていうことに気がついてきましたけれども、そうなんですね。我々下級奴隷だけでもね早く死にたいって思うんですけれど、そう外国人移民の奴隷がねたくさん入ってきて、そう私のね労働場にいるミャンマー人なんかねスタイルがいいんですよ。まあ顔はいかにもあれですけれども、なんだろう、178ぐらいあるのかなね、十分じゃないですか。そういうことなんですよ。で何がいけないかっていうと、外国にそういういい遺伝子ね、東南アジアやね中米中東ね、またはこう南アジアでもいいですけれどもね、明らかに日本人よりも彫りが深くてね、濃い顔をしてね、そうお笑い芸人でもいますけれども、ハーフとかね、まあ大体ハーフの人からまたねクォーターになっていくと、またね彼らは体がっちりとして、背も高くてがっちりとしてね、大体よくなるじゃないですか。日本の女性タレントのハーフでもそうじゃないですか。まあ外れもありますけれども、大体こうね肉付きよくボンキュボンみたいなね。そう、まあ顔なんてね整形でなんとかなりますからね。問題はスタイルですよね。スタイル、まあ、日本人は顔がでかいしね、基本的に大体チビですからね。スタイルが悪いね、5頭身4頭身は当たり前ね。そう、私も顔がね小さい頃からでかいんでね、悩みの種ですね。身長170数センチ、171、2ぐらいですかね。ひろゆきと同じぐらいっていうね。ひろゆきがいろんな有名人の絡んでるのをちょっと見てね、自分がどのぐらい小さいのかね絶望しますね。あんな小さいんだと思いますもんね。そう、僕ですら小さいなと思いますよね。そうなんです。そういうことなんですよ。そうね。顔が整形できて、また顔が整形できるって言ってもね、先ほど申したようにこの顔がね頭蓋骨からつながるこの顔がでかいっていうのはもうどうしようもないですからね。そう、どんな大手術を施してもね、せいぜいちょっと小さくなるぐらいでしょ。ちょっとじゃないですからね。顔が小さい人ってもう顔がでかいやつのこの幅とか縦とか5センチぐらい違いますからね、これね。このぐらいですからね。そうね、1センチ2センチ小さくしたところでどうしようもないんですよ。そうだから滅びましょうっていうことです。だから外国人労働者がいっぱい移民が流入いっぱいしてきたらね、ルックスの係数値は上がっていきますが、
今現在我々生きてる我々ね、純日本人っていうのはこう滅びに至るしかないとね。だってルックス悪いんですから、ね、弱弱なんですからね。そう弱弱なんですよ。そう大体日本人って女性はまあまあ可愛いけれども、それでもスタイル悪いじゃないですか。大体悪いね。そう本当にね、男女ともに背の高いやつそんないないですもんね。そうスタイルが悪いね。足も短い、ね。そうそれで開き直ってね太るやつがいっぱいいますけどもね、小太りのおじさんとかおばさんとかも、ね、いっぱいいますけれども、もうね醜いの一言ですよね。彼らもまた弱弱の一人一つですよね。そうまたね、そう若者は悩むでしょうね。そうこのルッキズム全盛の時代ね、 SNS も悪いですよね。そういっぱいこうネット上のミームになってますもんね。こう非常にね太ってて可愛いのにね、そうなんかブスが何か言ってるみたいなね、ネットミームにされてる女の子とか見ると悲しくなってきますね。こうぷよっと可愛いのにね。そうなんですよ。そうチー牛とかもね、こうチー牛であるっていうだけでネットにさらされたりとかしますからね。かわいそうです。そういや嫌な時代ですよね。そう大体それでもですよ、 SNS とかでなんか生きってる反射みたいな、なんか成功者風を気取っている男も女もまあね、皆さんよくよく見てくださいよ。もうスタイル悪いですよね。もうね本当に頭でっかちだしね、足短いし、そうね、そういうやつはもうね、いくら金を持ってても笑ってやってください。本当ねろくなもんじゃないですから、まあ、50年後100年後に日本に生まれてくるね、こう移民の遺伝子を持ったたくさんのなんて言うんでしょう人たち、日本人と言われる、もうその頃には日本という名前しか残ってない中国吉林省みたいなね、中国日本省みたいな、日本省なのかね、アメリカの第51州2州になっているのかね、日本州になってるのか知りませんけども、とりあえずね移民が流入してくることによってルックス上がっていきます。そんな未来はどうだっていいんですよ。我々がねもうどうしようもないですから、日本人純血日本人に生まれてしまった以上どうしようもないですよね。救いようがないんですから、ね、悲しいですね。もうだから世の中は滅びた方がいいって言うんですよ、私はね。そう親ガチャの最たるもんですよね。よく学歴とか貧しさとかね、そう才能とかなんかね、発達障害とか障害とか、そういうね病的なところだったり経済的なところだったりで親ガチャね、精神的な毒親がとかね、そういうガチャよりもですよ、まず第一にね、養子弱者で生まれてくる、養弱で生まれてくるっていうのがもう最悪じゃないですか。親ガチャの最悪のね、一番最初の最悪なところですよね。そうまあね、とはいえ下流のね、底辺のね私のような奴隷階級はね、どんどん日本人数が少なくなっていきますからね。そうルックスのいい男女が結ばれてね、いっぱいねなんかルックスが日本人良くなってきたとか言いますけれどもね、基本的には先ほど申したように頭でっかちだし足短いしね、背も大きくないしね、醜いですよ。醜い。そうそれで今思い出しましたけれどもね、私のね知り合いにこうあれなんですよ、エイトっていうね
DJ をやってる20歳過ぎたあたりぐらいのね若い子がいるんですけれどもね、そいつはなんて言うんでしょうね、もう高校生ぐらいの年齢からなんかもうね、そんなにルックスはいいわけじゃない、私より2、3センチ大きいぐらいですかね。そう、顔が派手な男ですけど DJ をやってましてね、若い頃から。もうね、なんか黒人の女と付き合ったりね、今度はあれなんですよ。そう、フランスにちょっと行ってくると。フランスで1年2年暮らしてみたいみたいなね。お前一人で大丈夫なのかよって僕はね心配したんですけど、いや大丈夫なんだと。向こうに彼女がいるから大丈夫なんだと。日本に来てた白人のフランス女と付き合ってて、それでその彼女が帰っちゃったから追いかけるように今はね非常に手続きが面倒くさいってぼやきながらね、そうフランスで 1,2 年なんか暮らすそうですよ。というようにね、別にルックスが悪いからといってね、そうね、それがそもそもなんて言うんでしょうね、別に男女のなりわいね、付き合いにさほどね醜い同士だしね、影響は及ぼすことはないのかな。モテるやつはねモテるって言うしかないですけれど、それとは別にやっぱりね、そうは言ってもやっぱりね美しくはないわけですよね。まあね、そうまあ話すこともなくなってきましたけれども、まあ容姿弱者養弱というね言葉をねやっぱり皆さんここでね覚えて書いていただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。そうまあそうはまあねエイトの話を出しましたけれども、そうブサイクでもね小太りのねキモいやつでもきしょいやつでもそれは男女関係なくね、お金を持ってたりとかしてね、あと整形に頑張ったりとかしたら、まあ男女の中においてはあんまり影響もないのかなとは思いますけれどもね。そうとはいえね、やっぱり養弱っていうのは気分悪いですよね。私も気分悪かったです。そうちょっとキモいだけでね、なんかイベントに行くか行かないかみたいなねことを悩まないといけないのかっていうね、嫌な時代ですね。そもそもなんか話してるうちにムカついてきましたけれど、別にキモいからってね生きててダメなのかっていう話ですよね。冗談じゃないと思いますね。拳を固めたいと思いますけれどね。そうね、世の中なんかこう清潔感とかねルックスがいいとかっていうところにこだわりすぎなんじゃないですかね。みんな醜くてみんないいじゃないですかね、個性としてね。そんな世の中になってほしいですよね。何を着てたっていいじゃないですかね。そう3日に1度ぐらい風呂に入ってね、極端に臭くなければいいじゃないですかね。そういう優しい世界になってほしいなっていう最後に申し上げてね終わろうと思いますけれども、そうですね、そんな感じですかね。そうだからまあね、我々今生まれてしまってね苦しんでいる養子弱者の日本男女っていうものに未来はないんだな。そう早くね安楽死制度が整備されてね、そうこの世を去るのが妥当なんじゃないのかっていうね最初申し上げた結論に至ります。そうです。そしてそんな世の中はね滅んでしまえばいいんですよね。養子弱者で何が悪いんだという気持ちもあります。
あれですよね。そんなに容姿弱者っていうものがこう迫害されるならですよ、やっぱりあれですよね。なんか国が保険を効かせてね、こう格安で整形してさせてくれるみたいな制度も必要ですよね。せめて顔ぐらいね。そう死亡吸引とかね、なんかそういうの欲しいですよね。そうね。まだ私も苦しんでいるようにね、チビデブハゲ、ハゲで苦しんでますけれども、何かね、薬を飲んでますけれども、なんかそういうのなんかね、保険適用してね、格安でみたいな話がいいですよね。ルックスにこだわるんだろうね。なんせあれですよね、ルックスがいい悪いってこう、そうね、非常に僕が嫌っているね、労働にも響いてくるじゃないですか。なんか労働したくないのにね、就職するみたいなね、奴隷労働契約をするときに、奴隷労働契約の面接でだいたい奴隷労働契約の面接を落とされがちですよね。容姿弱者だとね。まだ容姿端麗じゃないといけないみたいな労働もあるわけじゃないですか。奴隷労働もあるわけじゃないですか。それがもうすでにこの世界がいかに腐っているのか、滅びなきゃいけないのかっていうことですよね。全く改善する未来はない。未来は想像できませんからね。滅んでしまえばいいんですよ。早い話がね。ということで、容姿弱者について語ってみました。ね。私と同じ容姿弱者の皆さん、ね、仲良くしてください。ね。共にね、寄り添って生きていきましょう。そして死んでいきましょう。ネガティブマンでした。